こんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは日本の文化や日常、そして心が少し軽くなるお話をお届けしています。そして新しくチャンネル登録してくださった方、本当にありがとうございます。実はこのチャンネル2年前から少しずつ続けていて、ようやく最近聞いてくれる人がいることの幸せを感じています。誰かの一日が少し明るくなるようにと思って話しています。今日は失敗が怖い時についてお話しします。でも実は失敗ってあなたを前に進ませてくれるサインなんです。誰も見てくれなかったらどうしよう。時間をかけたのに無駄になったら嫌だな。そんな不安ありませんか？実は私もそうでした。YouTube を始めようと思ってから最初の投稿を出すまでに半年もかかったんです。ちゃんとやりたい、失敗したくないって気持ち。それって本気で頑張りたいからこそなんですよね。最初の失敗は YouTube の初投稿でした。一生懸命撮って編集してサムネイルも作ってやっと公開したのに再生回数が10回以下。10回？しかも自分が3回も見てるじゃん。今思えばあの経験はとても大切でした。見られなかったという結果がどうすれば伝わるんだろうと考えるきっかけをくれたからです。失敗って落ち込むことじゃなくて気づきのチャンスなんですよね。失敗したことがない人は何も新しいことをしていない人だ。アインシュタイン。何も行動しなければ失敗はゼロ。でもそれは経験もゼロ。だから私は今、失敗の数は挑戦の数だと思っています。もう一つの失敗は仕事の中でのことです。実は最近小さなやらかしがありました。でもそれが私にとって大事な学びになったんです。空港の Wi-Fi カウンターで働いている時のことです。お客さんはロシアの方で日本語もとても上手でした。その方が Wi-Fi を契約するときに私は日本国内で使うと思い込んでしまったんです。でも実際はその方が海外にも行く予定だったみたいで日本専用の Wi-Fi を渡してしまいました。その後使えなかったと言われてクレームになってしまって、あの時は本当にショックでした。なんでちゃんと聞かなかったんだろうって頭の中で何度も繰り返しました。でもその後冷静になって思いました。人の話を聞いたつもりになっていたんだなって。分かったつもりが一番危ないんですよね。失敗ってただの間違いじゃない。思い込みを手放すチャンスなんだなと思いました。それ以来私はお客さんの言葉を一度立ち止まって、つまりこういうことですよねと確認するようにしています。小さな工夫だけど失敗があったからこそ今の自分があります。行動こそが恐れを消す最良の方法だ。デール・カーネギー。考えている間よりも一歩踏み出した瞬間の方が不安はずっと小さくなります。ここで少し日本語の学びも入れましょう。今日のポイントはこの2つです。〇〇ようにする。努力して続けるという意味です。毎日少しでも日本語を聞くようにしています。
〇〇てみる、挑戦するという意味です。例は、新しい勉強法を試してみました。〇〇ようにするは継続の努力。〇〇てみるは一歩踏み出す勇気のことです。失敗が怖い時こそ、この2つのバランスが大事だと思います。私もよく何かに挑戦するときにうまくいくかなって不安になります。でもやってみないとわからない。行動してみて初めて次の扉が開くんですよね。私は昔からすぐ飽きてしまうタイプなんです。でも最近それを責めるのをやめました。続けられなかった日もやめてしまった時間も全部必要な休憩だったんだと思います。だから今は少しだけでも続けられた自分を褒めるようにしています。そうやって小さく続けるだけでもそれは前進。ゆっくり進んでも構わない。立ち止まらないことが大切だ。孔子。焦らなくていい。止まらなければちゃんと進めている。今日は失敗が怖い時についてお話ししました。失敗は終わりじゃなくて始まり。できなかった日も休んだ日も全部あなたの物語の一部です。できない日があっても大丈夫。少しずつでも進んでいるならそれで十分です。頑張りすぎなくていい。あなたのペースでゆっくりで大丈夫。そして最後に、このポッドキャストを聞いてくれているあなたへ。聞いてくれている時点でもう前に進んでいると思います。今日も本当にありがとう。最近自分をちょっと褒めてあげたい瞬間はありましたか？コメントでシェアしてください。もし今日のお話が少しでも心に残ったら、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。もし4をサポートしたいと思ったら、Buy Me a Coffee から応援してもらえると嬉しいです。あなたの一杯が次のエピソードを作る力になります。ジャパニーズポッドキャスト with 4の4でした。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。